こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は12月15日をもって Xbox ゲームパスから外れるタイトルの中から私のおすすめをご紹介します。ぜひ遊ぶタイトル選びの参考にしていただけると嬉しいです。それではどうぞ。ロードストー戦記リードリット・イン・ワンダー・ラビリンス。小説のロードストー戦記を題材とした 2D のドット絵で表現されたメトロイドバニア。敵を倒してレベルを上げ、ステータスが上昇したり、マップ上に隠されたアイテムを見つけることで HP と MP の最大値を増やしたりと、わかりやすい作りで遊びやすいです。タイトルの通り、エルフのディードリットが主人公となっていて、おなじみのキャラクターたちも多数出演しています。ゲーム部分の制作は東方ルナナイツも手掛けていたレディーバグが担当しており、東方ルナナイツ同様、本作もメトロイドバニアとして非常にクオリティの高い名作に仕上がっています。難易度も高すぎず低すぎず、程よい調整となっていて、レベルが上がりやすく、全体的なボリュームもコンパクトで誰にでもおすすめしやすいタイトルです。ワンピース海賊無双4。ワンピースと無双シリーズのコラボ作品4作目となっていて、海外ではバーニングブラッドやワールドシーカーなどがリリースされていますが、国内の Xbox では初めてのワンピースタイトルでした。本作はアラバスタ、エニエスロビー、頂上戦争、新世界突入、ホールケーキアイランド、そして和の国編と、ワンピースの物語の長編の中でも特に主要パートの部分をゲームとして遊ぶことができます。和の国編に関しては原作もつい最近終了したばかりなので、ゲームではオリジナル展開で進んでいきます。名場面、名シーンだらけでワンピースを堪能できますし、様々な個性豊かなキャラクターたちで群がる敵をガンガン倒していける爽快感は本作ならではです。私実はワンピースは頂上戦争までで読むのが止まっていたのですが、本作海賊無双4を遊んであまりにも面白すぎて、原作コミックス最新まで追いかけて読んだほどハマりました。いやー、原作今めちゃくちゃ面白いんですよね。誰でも楽しく遊びやすいゲームとなっているので、ワンピースをそこまで詳しくない方でもこんなストーリーだったんだって知れるチャンスだと思いますよ。リプレイの方はぜひ。レイク。主人公の女性は故郷の電話もインターネットもないアメリカオレゴン州の田舎町で父親の代役として2週間だけ郵便配達を行います。久しぶりに帰ってきた故郷での知人との再会や新しい人との出会いを経験しながら日常生活を送ります。非常にまったりとした癒しゲームで、1986年を舞台としているので、古い街並みなどを味わいながら物語を進めていくことができます。ライアンとレーシング。ライアンくんが出演するレーシングゲーム。おもちゃだらけのコースや遊園地のようなテーマパークなど、子供向けの楽しいマップを舞台にカートでのレースを楽しめます。実写のライアンくんもゲームの中に頻繁に登場します。ジャンプやドリフトなど、基本的にはマリオカートのような作りで、大人から子供まで誰でも遊べるゲームです。操作性はシンプルですし、オート操縦の機能もあるので、レースが苦手な方でも楽しめますね。実績も比較的簡単で、楽しく遊んでいるうちにコンプできました。ドラゴンクエスト11。過ぎ去りし時を求めて S。ドラクエ11にキャラクターボイスや仲間たちの追加ストーリー、オーケストラ音源や 3D モード、
2D モードの両方が遊べるなど、様々な要素が追加された決定版。私、ゲームといえば、ヘイロー、ギアーズ・オブ・ウォー、セキロ、そしてドラクエというくらい、ドラクエが大好きで、もともと父親がドラクエ好きなので、その影響を受けてゲームを始めました。なので、小さい頃からドラクエは周りにたくさんあり、生まれて初めて触れたゲームはドラクエ5でした。シリーズ前作、何周も遊んでいるドラクエで育ったようなゲーマーなのですが、なかなかドラクエを語る機会が作れず、今回ゲームパスから外れる形となり、ようやく思う存分語れる場所が作れました。ドラクエ11はドラクエシリーズの中でも最高傑作と言えるぐらい面白くて、3DS 版、PS4 版、Switch 版、Xbox 版、すべて最後まで遊びました。11が出るまではドラクエはやっぱり3と5かな、4もいいよなって思っていましたが、本作11はまさにドラクエの集大成とも言えるようなストーリーで、私個人的には11は名作の3や5を超えましたね。物語の途中で一旦クリアになり、エンドと表示されるので、そこでやめちゃった方もいるかと思いますが、その先、クリア後のストーリーこそがドラクエ11の本編、過ぎ去りし時を求めての始まりです。この先のストーリーは、かつてのドラクエ、特に1から3が好きだった人にこそ刺さる、いわば昔のファミコン時代のドラクエを遊んだファンに向けた内容になっていて、ドラクエは昔遊んだけど、もう最近のは遊んでないしなぁという人にこそ、むしろ楽しめる作品です。私は最後の最後のシーンは感動で涙と鳥肌が止まりませんでした。こんなにここまでやってくれるのかと、ドラクエの長い歴史の全てを盛り込んできたなぁと、当時もう11が最後の作品なんだろうなぁと思っちゃうぐらい最高の体験でした。途中でやめちゃった方はぜひ最後まで、最後の最後まで遊んでみてね。私結構頻繁にドラクエ公式のリアルイベントに参加などして、当時11のイベントも追いかけていて、Xbox でもドラクエが出たらなーってアンケートに書いていたのですが、まさかその念願が叶ってしまうとは夢にも思いませんでした。今後もドラクエにはずっとついていきます。エイリアンファイヤーチームエリート。今回紹介するタイトルの中で唯一の日本語未対応タイトルです。映画エイリアンを題材とした3人協力プレイで楽しめる TPS ゲーム。長期的にアップデートが行われていて、ギアーズが好きな方でしたら違和感なく楽しめると思います。ということで、今回は12月15日をもって Xbox ゲームパスから外れるタイトルの中からおすすめタイトルをご紹介しました。残り期間短めながら名作が多数ありますので、ぜひ見逃さず遊んでほしいです。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。